皆さん、本日は、メールでね、いただいてて、リクエストがあったんですけれども、冬だし美味しいしということで、今回は豚汁作っていきたいと思います。美味しいですよ。俺が作る豚汁、特徴、白菜入れるんですよ、冬は特にね。この白菜がすごく美味しくて、旨味成分的にね、昆布とさ、鰹節とさ、その2種類がさ、基本、旨味であるじゃん。それを、基本的には僕、だしパックとかでいつもやっちゃうんだけど、昆布の代わりになるのが、この白菜。で、鰹節から出る旨味が出るのが、この豚肉。こんな感じで、一応ね、だしパックでやるんだけど、この2つからもね、同様のね、旨味が出るので、それプラス、これはね、あってもなくてもいいんですけれども、僕はね、おすすめするのは、干し椎茸の戻し汁なんですけれども、これ冷蔵庫で戻してるんだけど、3時間水につけて戻してくださいみたいな感じのやつです。で、この干し椎茸にしかない旨味成分っていうのもあるんですよ。なんで、僕は、白菜と豚肉とこの干し椎茸の3つの旨味成分を相乗効果で生み出し、美味しいやつ作ります。はい、やっていきます。まずは、基本的に用意してほしいのが、大根と人参は定番ですよね。に、キノコ。今回椎茸も入れるんだけど、こちらのしめじ。あと、豚肉とこんにゃく、白菜、あとごぼうですね。こちらです。でその干し椎茸なんだけど、普通の椎茸じゃ出ない旨味成分なんだよね。干さないとダメなんだって。椎茸なんて名前だったかな。グアニルさん干し椎茸と干しポルチーニだけから出るらしいよ。だからよく干し椎茸を使って作る料理が美味しいっていうのはそういうことですね。はい。まずね、一番最初にね、アクをちょっと抜きたいんで、ごぼうからやりますね。で、このごぼうは、この後ろの包丁の背でちょっと皮をこうやって削ぎ落としてからささがきにします。じゃあちょっとこれは流しの上でやるんで、ちょっとカメラから外れます。ではこんな感じでごぼう、包丁の背で削ぎ落としました。今ね、削ぎ落とした瞬間白いのでもういきなりこんな色まで変色しちゃうので、ごぼうはね、処理したら早めに水にさらしてください。でもこれは簡単です。こんな感じで、シュッ。鉛筆削るみたいにね。こうやって鉛筆削ったことないんだけど。イメージですね。基本的には、もう結構さ、豚汁ってさ、スーパーでさ、パックで売ってたりするじゃん。豚汁の元じゃないけどさ、冷食とかにもさ、もうこれだけ入れて煮込んでくださいみたいなの。あれもね、全然美味しいんだけど、やっぱりね、このごぼうとかは、食感がね、生のものを使うと全然違うので、できれば、ごぼうはこっちを用意してほしいです。ただあとさっき言い忘れたわ。あと里芋もね、今回用意はしてるんだけど、里芋だけは僕、チルドね。そう、チルド、名前出てこなかった。でね、里芋もね、冷凍よりチルドの方が美味しいんだよね。ちょっと里芋剥くのめんどくせえなと思っちゃって。楽できるところは楽しよう。で、こんな感じで、ごぼうは、ささがきにして水にさらしておきます。じゃあちょっと残りも全部、ささがいちゃいます。で、あと最後ね、ごぼう、根元の部分になったら、ここまで来るとね、ちょっと包丁危ないので、あとはもう普通に、適当な大きさに、はい、カットして、火が入りやすい大きさにカットしてあげてください。で、大根。こちらはね、薄く皮は剥いてありますので、いちょう切りです。半分に切っちゃおうかも。なんか半分っていうかもう3分の1みたいになっちゃったけど。いちょう切り。もうでもこんなんでいいです。半月でも十分かな。これをもうちょっと大きいかなと思ったら、もう1個カットしてください。根元付近をね、使う場合はいちょう切りでいいと思うし、根っこの先の方になってくると細くなってくるんで、だったら半月でいいかなっていう感じです。僕はもうゴロゴロした具材のあれにしたいんで、もうここら辺からは半月かなとね。このちょっと根元に近い部分だけ、こうやって半分に切っていちょう切りに。こんな感じで大丈夫です。で大根はだいたいこれくらいの大きさ。これはちょっとこれでかすぎんね。で、厚さは、これくらい。どう言えばいいんだろう。俺の指くらいって言ってもわかんないしね。ちょっと太めで大丈夫です。おでんみたいに丸々をね、煮込むわけじゃないんで、結構表面積が多いので、味も染みやすいし、火も通りやすいです。僕はね、皮は普通に剥いちゃうんだけど、気にならない方は別に皮ごとやってくれても大丈夫です。はい、じゃあ、人参も、これも皮は剥いてあります。ので、ちょっと頭だけ飛ばして、で、人参はそこまで大きくないので、
これ綺麗に1/2になったんで、こちらは半月で大丈夫です。で、大根の厚さほど分厚くはしないでくださいね。人参はちょっと硬いんで、根菜の中でもね。俺の指の半分ぐらいです。大根の半分ぐらいの厚さでカットしてください。父ちゃんの指でやるとどういう大きさ？まあね。誰も俺の指を知らないっていうね。世間一般の指より太いし参考にもならんっていう。で、お次はこちらのこんにゃく。で、これアク抜き不要タイプです。では、こんにゃくなんですけれども、これ全然切らなくていいです。手でちぎってください。こっちの方が、なんて言うんだろう、表面がね、ぐちゃぐちゃになって、味が染み込みやすいんですよね。綺麗にね、切るより。この凹凸がある方がね。なんで、もう手でどんどんちぎってください。OK、こんにゃくはこんな感じ。で、豚肉は今回量は約 500g ぐらいあります。たくさん用意してくれた方が美味しい。で、次、干し椎茸なんですけれども、こちら、椎茸ごと入れちゃうんですけど、この部分ちょっと硬いんですよ。干し椎茸の。なんで今回これは使わないです。で、あとはもう、普通のカット。そう、椎茸自体ね、すごい旨味すごい強いんだけど、干し椎茸はまた別の旨味になるっていうのはすごいよね。最初干した人天才じゃない？干した上で、なんか味が違うって思ったのかな。で、今回はもう、この干し椎茸のみで、生の椎茸は入れないです。全然ね、生の椎茸、お好きな方は入れてくれてもいいです。で、あと、白菜。こちらしっかりと水洗いしてください。特にね、この根元とかにね、汚れが詰まってるんで。白菜。こちら、根元をカット。でも白菜安いよね。はい。そしたら、もう結構大雑把で大丈夫です。白菜はね、基本クタクタになるんで。でも白菜って美味しいなと思ってたけど、そんななんかグルタミン酸が含まれているとかって思わないよね。グルタミン酸を意識して食べるものはないんだけど。で、最後、この、キノコの石突きの部分は取っておきます。里芋は僕はこの里丸くん使います。僕の大まかなポイントとしては、今回干し椎茸のこの戻し汁を使って旨味を追加するっていうのと、あと1個、この味噌あるんですけど、味噌をちょっと最初炒めます。で、味噌に香ばしさを出すんですけども、その際に使ってほしい味噌が、僕はこの赤味噌と、これなんていうの、これは麹味噌なんですけど、甘い米味噌かな？こちらを使ってほしいです。ではもう火にかけていきます。豚汁ってね、基本炒めてから煮込むんで、今回ちょっと、だし汁をね、最初に用意してほしくて、こちら2リットルのだしなんですけれども、今これ使ってます。黄金の天然だし、無添加。これめっちゃ美味しいんです。なんか普通にスーパーとかで買ったんですけれども、めっちゃ美味しくて、これもうほんと、イワシ、カツオ、昆布、サバ、椎茸、焼きあごってなんかもうめちゃくちゃいろんなだしが入ってるんで、もし見かけたらこれほんとおすすめです。お出汁を取る系はめっちゃ美味しいです。で、2リットル分で今お出汁は取ってます。ではやっていきます。じゃあフライパンに最初ね、豚肉から炒めていくんですけども、ごま油で炒めちゃいます。二回し。で、今回豚バラなんですけれども、今回、油はね、全部惜しみなく旨味なんで使っていきます。はい、ではまず、豚肉から炒めていきます。約 500g です。ちょっとね、これ、多分大きいんですよ。結構、カットしてないんで。なんですけど、ちょっと縮むし、ゴロゴロして美味しいかなと思って、カットせずにまんまいっちゃいます。皆さんね、普通に豚バラ、今回この大容量でお得なパックを買ったんですけれども、普通の豚バラ使う場合はちょっと長いと思うので、適当にカットしてあげてください。途中で入れ替えたりとかがね、あるんで、もう一回今、だしだけ別のボウルに移して、もうこの鍋の上で全部やっていきます。で、豚肉に、半分、7、8割方ぐらいかな。火が入りましたら、ここに根菜系から先入れていきます。大根と人参ですね。先ほどアク抜きしていたごぼうです。一回水にささって洗った後ですね。はい、でこちら炒めていきます。もうこれでまたちょっとねしっかりめに炒めて、ちょっと焦げ目がつくかなぐらいまで炒めたら、残りのねお野菜とか入れて、味噌入れて煮込んで、最後に
味の調整でもうちょっと味噌を加えるって感じで。炒める味噌だけで味付けしようとは思わなくて大丈夫です。そこでね、ちょっと味噌の香ばしさを出したくて、今回使う半分量ぐらいを最初炒めて、もう半分を最後投入して、味の調整って感じです。で、今回ちょっと用意してないんですけども、ここ普通に長ネギとか入れても全然美味しいです。結構多分皆さん、あれじゃないですかね。ちょっとうちは絶対これ入れますみたいなね、マストの具材はあると思うんで、この辺はね、お好みで入れてください。今回僕が使ってる具材以外にもね、きっと美味しいものはたくさんあると思うので。では、もういい感じに火が入って、ちょっと半透明にね、大根がなってきたので、この段階で、ちょっと水分は出てきてるんですけども、お味噌入れちゃいます。で、今回使うこの仙台味噌。赤ですね、これが。赤味噌。こちらを大さじ2杯。よいしょ。よいしょ。こちらの麹味噌ですね。白っぽい方。甘い方ですね。こちらを大さじ1入れて炒めます。はい、白。で、ここでね、ちょっと水分は出てるんですけれども、なじませていったら、いい感じになるので、ほんのりね、ちょっと焦がし気味にして、味噌の香ばしさを立たせます。で、ここにね、白菜入れる前にやってほしいんですよ。白菜入れちゃうとめっちゃ水分出ちゃうんで、ちょっと焦がしづらくなってくるんですよ。なんでちょっと今ね、端っこに寄せて、ここの味噌だけ炒めてるんですけれども、今ね、味噌がいい感じに、今回使ってるこれ銅の鍋なんですけど、すっごい熱伝導いいので、焦げやすいので、いい香りが立ってきたら、混ぜ合わせます。いいね。ちょっと香ばしい味噌の香り。気持ちちょっと焦げたかなぐらいで大丈夫です。焦がしちゃダメなんです。そう。焦がすとやっぱ苦味になっちゃうんでね。気持ちちょっと焦げるんじゃねえかなって不安なぐらいでいいです。難しい。で、入れたこの味噌は、もう、この香り付けじゃないですけども、そういうイメージなんで、最後お出汁とか入れた後に残りの味噌を入れて味付けします。はい、OK。じゃあ味噌もいい感じに回りましたので、じゃあ残りの具材入れていきます。はい。しめじです。繰り返してあげないと、そこが焦げやすいんで。白菜、しめじと、あとこんにゃく。全部入れたら、はい、お出汁戻します。だし。これ、2000なんで2リットルですね。で、多分全体の割合にしてちょっと汁少なくないかなって心配になると思うんですけども、野菜からの水分がすっごい出るので、安心してください。はい。で、あとこちら。椎茸の戻し汁と干し椎茸。もう全部一緒に入れちゃって大丈夫です。一応ね、汚れが気になる場合は、こして入れてくれてもいいので、ちょっと待ってね、先に、干し椎茸の中身のこの具の部分だけ先入れちゃいます。干し椎茸入れたら、あとは、こういうね、気になるようだったらですね、茶こしで、干し汁。ちょっとね、汚れがあるんですね。はい。で、あとはこれを煮立たせます。もうこの椎茸の戻し汁は分量外で大丈夫です。お水の量は。で、まず全体にね、軽く火を通していきます。で、軽く火が入ったら一回ちょっと混ぜ合わしたいので、その時までちょっと里芋入れるのは、チルドの場合ですね。我慢してください。その時にね、里芋崩れちゃうかもしれないんで。では、いい感じに煮立ってきたので、混ぜます。今色合い的には、ほら、やっぱ人参が出てくるとね、一気に華やかになります。で、わかるから、さっきあんだけ水分少ないかなと思ってたのが、もう白菜たちから出てくる水分でね、めちゃくちゃくたっとして十分な量のお汁になりましたので、 OK。 で、これくらいになったらもう里芋入れてくれて大丈夫です。はい、水洗いした里芋。あとはね、ちょっと大根とかに味が染みるまで煮込んで、で、冷めた時にね、すごい染みるので、作りたてじゃなくて、ちょっと時間が経った方が美味しいんですよ。で、ちょっと一回じゃあ味見してみます。味噌の感じ見ますね。ではね、やっぱりね、最初半分量しか入れてないので、まだお味噌の味自体はちょっと薄かったので、じゃあちょっとここで
追加していきます。まず仙台味噌を、ただ様子見てね、皆さんのお好みの濃さがあると思うので、今回はもうきちんとすり切りで、仙台味噌をすり切りで2杯、それと麹味噌は大さじ1杯。これで軽く混ぜ合わせて、で今味見た感じとっても良かったので、まあ、今回お味噌の合計量は大さじ6杯分入れてるんですけれども、お水が2リットルに対してね、あとはね、皆さん味の濃さはお好みで調節してみてください。はい、じゃああとはね、もうこれで基本的には完成なんですけれども、あとはね、ちょっと味が染み込むまで放置して出来上がり次第実際食べていきたいと思います。では早速実食していきたいと思います。いただきます。しみしみなんですよね。もうね、香りがいいですね、すでに。ではまずは、ね、まずスープからだよね。おつゆからいただきます。いただきます。だし、もう旨味がとんでもない。でもね、ちょっと伝わらないと思って、大根ももうわ、白菜トロトロ。うまっ。これごぼうとかね。あー、食感がちゃんと残ってる。あ、マジでうまい。いや、あとはこの際は豚バラだよね。柔らかい。マジでうまい。うまっ。今日めちゃくちゃ寒いからさ、うん、ほんまに最高だね。あ、でご飯と食べてもうまいんだよね。本当に野菜の旨味と甘みもそうなんだけど、やっぱりこの豚バラのね、この強い旨味、あと椎茸のこの出汁だよねがすごい効いてるのが本当にわかる。あとはもうね、それぞれの具材のね、出来具合も最高なんですよ。もう大根とね、人参はトロトロで、あと白菜もトロトロなんだけど、これやっぱりね、ごぼうのこの食感もいいし、完全栄養食みたいになっちゃってる。で、まあご飯とも合うけどさ、これもうちょっとあとお味噌ちょっと足して濃いめにしたらうどんとかにも合うし、あとお餅合うね。あ、もうご飯も炊きたてだから最高なんだけど、あとこれ、あ、僕が作った自家製のたくあんです。うまいんだよね。よく使ったよね、もうこれ。ああ、うまい。うまっ。多分さ、お店でさ、この具沢山の豚汁出たら多分相当なお値段しちゃうけどさ、やっぱりお家でね、作るとさ、美味しいし具もたくさんだしさ、本当に栄養たっぷりだし最高だよね。あとやっぱりね、普通のやっぱお味噌汁ではもう出せない味付けになってるから、このね、具沢山の中のこのスープがマジで本当に美味しいよね。もういろんな出汁が出てますみたいな。なんかお味噌汁だけどさ、豚汁で、なんか味噌じゃなくてもほんとお出汁の味そうだねが本当に全面に出てって味噌の風味みたいな感じだから最高だよ。寒い日に最強これ。やっぱもうこうちゃんが手でちぎってくれたこんにゃくもマジで美味しい。もうなくなるんだけど、おかわりしよう後で。余裕の完食。それうめえ。マジでうまい。最高でした。しかも体めっちゃ温まったしね。ということで、本日はですね、もう本当にね、お店にも負けないぐらいとっても美味しいね、豚汁をね、こうちゃんに作っていただいたんですけども、まあ本当ね、豚汁好きな方には一度絶対作ってほしいね。もうね、旨味がとにかくすごいんですよ。そうだね。本当に美味しい豚汁になってると思いますので、ぜひ皆さん作ってみてください。はい。で、作ったやつはね、次の日、食べるとさらに染み込んでて美味しいっていうのもあるし、その後はね、ジップロックとかに入れて、冷凍しておけば、いつでもね、食べられるんで、いっぱい作ってね、たくさんね、作り置きしてみてください。ということで、本日は以上になります。とっても美味しかったです。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。またね、バイバイ。